こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。本日はここ羽生築堤木造小屋と呼ばれる寒さよけですねをしている棚、その隣の作業室から心拍の植え替えをご覧に入れます。この季節になると植え替えは目白押しに押しています。もみじはいずれ芽吹きが始まります。雑木の植え替えも続く中、今日は心拍2点の植え替えを、その根元のテクニックも含めてご紹介させていただきます。お楽しみください。今日植え替えをしようと思う心拍は一つがこの木です。大変な太いシャリ、どれだけの自然界で生き抜いたかを物語っています。ついこの間、写真でご覧のようにまだ手入れもしない姿で私どものところに来ました。先日手入れをして、この木はこうあった方がいいという形を作ってみました。その角度に合わせた姿を今ご覧に入れます。流れるような水水とシャリの姿、立ち上がる姿に作ってみようと思って枝配りをこのような角度にまとめてみました。ということは、ここから鉢をこの角度への植え替えた姿をしなければなりません。心拍はシャリのところに根っこはありません。わずかに残るこの水水でこの命を育んでいます。この水水がきちんと入るように、そしてこのシャリの根元が浮かないように、これから植え付けで良いところを見せ、悪いところを上手に隠して補う、そのようなことがプロの植え替えとしては行われます。まずはこの根を外して鉢から抜かなければなりません。必ずこういう木はねじめがされています。せーの、ご覧の通りのねじめを外します。押さえてて、向こうへ倒すから、こっちへ倒すから。よいしょ、よいしょと。今度はここの角度になるということで、この上の部分を落とさなければなりません。この時に水水の周りにある根は切るのではなく、中へ今度は畳み込むために切らずに伸ばしながら切っていきます。そのために無駄な底根や周りの根を少し取っただけにして、ここからは角度を変える時に残されている根をどのように生かして大切にするかも、心拍などの角度変更の時の大切な要素です。五葉松や黒松などと違って八方に根を張っているわけではありません。斜里間の方に根はなく、わずかな水水から出る根で生きていることを
忘れてはいけません。水水のところにはもう根の元から上根が張り始まっています。ですからなるべく水水側の根を大切にしてやるということを心がけながら根をほどくことが大切です。このように水水側の根の上が出たところで止めます。これで鉢に入るかどうかをやります。このようにある程度の根をほぐすことが終わりましたら、この角度に植えるということであらかじめいくつかの鉢の候補を探して選んだものがあります。鉢を変える、鉢移りを変える、角度の調整と同時に盆栽にとっては衣装を変えて姿そのものを変えることになります。鉢選びはとても重要です。この木の場合は力強い斜里管の動きを抑えるために浅い鉢よりもやや深い鉢で豪壮な雰囲気を作りたいと思います。この鉢でやや上で植えて木の合わせを考えてみます。植え替えにあたっての用土というものがあります。松、さつき、雑木、そして心拍、皆それぞれに違います。大きいものはこのゴロ土というものを下に水はけのために入れることに変わりはありませんが、松の場合赤玉を中心に五種混合という5種類の土を入れてあります。五葉松、黒松、赤松などが中心で、それでも種類によってまた微妙に変わっていきます。そして雑木の土、雑木の土は赤玉と気流がほとんどでわずかに他を入れる、つまり水持ちが良い状態を作るということです。そして今回植え替える心拍、このように白い土がたくさん入っています。赤玉に珪石、軽石という大変水はけの良い軽石を使います。心拍は鉱山の瓦礫のようなところへ生えています。そこは水を探すのも大変、その環境に近い中で水持ちの赤玉を混ぜる、これによって心拍が自生する姿に近いところを鉢の中で作ることが必要です。この時の角度の変更があります。立ち上がりますから真ん中が高くではなく、やや右の下に砂が入るように初めから斜めを作ってあげます。今まで植わっていた根を意識しないでください。ここからどういうふうな角度や植え付けになるかがとても大事です。まずこの時点で高さの微調整を行います。これでもまだこのように下がります。これは今まで平らな部分からすれば当然のことです。そこでこのような時にはここのシャリが切れているところをもとに裏側でビス止めの作業に入ります。昔分かるように一度山取りの時にここでシャリを切っていますね。残った水水で生かすように切った跡があります。当時も何かで止めたのでしょう。安全のためにポイントを2つ作ります。全部打ち込まないでこれぐらいのところで押さえます。
今度は今これ以上はもう下がりません。でもう一つ今度はこちら側に竹の打ち込みを行います。竹の打ち込みを行うことで根がさらに抑えることになります。この時に竹の強度や打つ場所を考えて1本打ちもあれば2本打ちの場合もあります。とにかく根が揺れない、押さえて動かない、これは皆さんに雑木盆栽の植え替えで行った根締めと基本的な意味は一緒です。根を押さえる時はなるべく上から角度をつけて根全体を絞り込めるように入れます。竹のこのバネのような弾力を使って押さえ込みます。ご覧ください。このように竹がしなるまできちんと押さえ込むということが大切です。この前をしっかり押さえたことで後ろ側がもう一段絞れます。さらにこれを絞り込みをかける時のもう一つの技があります。このような導線を使ってこれを絞り込みます。このように一番大切な下がらないやつ、もうこれ以上下がりません。そこが決まってから今度こちらを止める前にご覧のようにギリギリまでまだ出ています。ここをもう少し取っていくということをやります。このように大切な根をしっかりと中へ入れられるようにします。このようにある程度上根が収まるまでやったら最後にこちら側2箇所の押さえ込みにします。こちら側は上根が上がらない、それでいて根が収まるには竹の幅を広くして上根打ちといって中へ打つんじゃなくて上から打って根全体を押さえる、こういう打ち込みになります。竹の打ち込みも場所によって目的によって全く違います。このように根を全部押さえ込んでそれでいて木が動かないようにするという打ち込み作業です。竹はこのように弾力があればきれいにしなやかになります。このように根締めが終わりました。大切な根がまだ浮いています。根が多い時は切ってしまいますが、大切だなと思う時はこのような針金のくずを使ってこの根が浮かないように押さえていきます。このようにするだけで根が浮かずに済みます。このように植え付けが終わった後はまずは土を突き込みます。これは全ての盆栽が一緒です。土を潰すのではなく、見ていてください。中に入っていく様子が見えます。土がまるであり地獄のようにスーッと中へ入っていきます。これは根の中の空間に土を入れているんです。土を潰すんではなくて中へ入れ入れと入れていきます。この作業をきちんとやりますが、心拍の場合は中ぐらいの硬さです。あまり強すぎて硬すぎても逆によくありません。空気が通るということも大切です。
それではもう一つの心拍の植え替えをご覧に入れます。先ほどのようにシャリカンを噛んでる山鳥の木、シャリを切った後のグラグラする部分を抑える大切な仕事です。もう一つこの木のように、これは多分刺し目の苗木から作った木だと思います。つまり人間が作り上げた自然の心拍ですね。何本かが立ってまるで林立する林のように見せている、とても愛らしいものです。ただ見てください。もうおそらく10年以上植え替えてないんでしょうか。竹串も刺さりません。それぐらいにもうカチンカチンになっています。これでは根は真下へ水が下りないで、周りからしか根が吸えません。一つきちんと根をほどいて、水がちゃんとはけるようにして、合わせてこの秋冬に手入れをした感じで鉢移りを考えた植え替えをしてみましょう。見てください。スポンと鉢から抜けましたが、まるで根の塊です。こんな状態です。これでは木がようやく生きています。今ではこそ元気ですが、これが何年か経つともうこれ以上無理っていうところで木が傷み始まります。きちんと根をほどいて植え替えてあげましょう。これだけ硬くなってると周りの根は最後にほどくことになるし、山鳥の木じゃないから太い根で支えられてるわけじゃないから、こういう切り方ができるの。まず余分なところを全部切ってしまう。この状態。こういう根が根を食べて中に張っていかない。根の中入っちゃってる。こういう状態。もう網を食い込むようになってるから、網だけを取ろうとしても取れない。こういうふうに厚い鉢に入っている時には、根の周りをどこまで取るかの前に下のいらないのを取ってから上の高さを調整していってあげないといけない。これぐらいだいたいこう取ってから上を取ってあげるってこと。よーくこうに取ってあげる。粘りに合わせて。下はこれ用土の土。これはね、上の色が違う。ここから上は肥料とか塵とかそういうものが積み重なるから詰まっちゃう。上が表面がこの上に詰まってるのを水や空気がよく通るにしてやらないと、真下へ水も栄養も降りていかない。みんな周りへ流れる。だからこういうふうに周りにだけ根っこがいっぱい出る。真下へ根っこが出てこない。それが続くとこの上が傷む。根っこは周りに張る根が枝を作る。下に降りる根段が芯を作る。こういうふうにやっていくと、ほらだんだん上の黒い土が取れていくと、今度は水が通りやすい状態になっていく。で今度は剥がし方もただただ全部落としちゃうよりも、どんくらい落とせばいいのかなっていうところになってくる。
まだまだ表面的に取れてるだけ。これで本当はこうなったら何箇所かを抜いていくんだけど、その前にこういうもので今度は底をよいしょ、今度は下を、この上がもう大体見えたから、これで余分な根を取り払っていく。見てわかるように山鳥ではないので粗い根っこが一本もない。これは刺し目から作ってるから太い根っていうのが存在しない。だからさっきのように切り込みができる。太い根がある時はその根が動脈で生きてる時がある。だから山鳥の場合は根を一度ほぐす時は相当慎重にやらないと、その根が一本で生きてる場合がある。とても根っこは健康な状態だけど張りすぎてるってこと。こんだけ硬くなってる時にはちゃんとほぐさないで中途半端にほぐすと周りの生きてる根だけ取って硬い根を残すことになっちゃうから気をつけないといけない。こうやって見てもあまり太い根がないということは、根の状態はとても平均して安定してるってこと。これ全部根っこよ。でもとてもみんな細かい根だから決して悪くはない。さあここから今度は何箇所か根元へ水が降りるように抜いていく。こういうところに何箇所か切り込みを入れていく。それによってそこへ水が落ちていくから、それをやってあげないと。こういうふうにね、切り込みを入れて中へ落ちていくようにする。そういうのを何箇所か作ってやることで木の芯に水がきちっと降りていくから。だいたいこれぐらいまでが今回のこの植え替えのために必要な事前の根のさばきです。必ず植え付けた時は一度遠くから見るっていうことが大事。木には必ず流れがあるから、その流れに合わせた植え付けをしないとダメ。株立ちの木は交差をしていたり流れを逆らっていたり、それでいて全体がきれいであるってことが大事。今日は心拍2点の植え替えをご紹介しました。シャリ管を噛んでいる山鳥の心拍、シャリの下の一本の水水で生きているところをビスでロックをかけて安定させる。苗木から持ち込んで作ったカチンカチンの10年以上植え替えていないものをなるべく根をさばいて薄くして鉢移りをして、まさに美しい深い森を表す木にする。2つをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。一つ付け加えますと、ここから大事なのはまだまだ彼岸明けたばかりです。春一番の名残の風も強く吹きます。植え替えたばかりは根と葉の蒸発のバランスが崩れる時があります。できれば室、なければ強い風の当たらない日だまりなどで管理をして、健やかに根が張って芽が伸びるまでじっくりと愛培してあげることが大切です。いろいろな植え替え、いろいろなものもこのわびチャンネルはご紹介します。ぜひ文化的なもの、奥深い話、手入れのプロのハウツー、アーカイブスでお楽しみいただけるように登録をしていただけるとありがたいです。
今日はどうもご視聴ありがとうございました。